歌舞伎町の帝王ローランドが大阪に進出。初のナンバーワンの座は誰の手に？もし僕がナンバーワンやったら、僕がすごかったんじゃなくて周りが弱すぎたっていうだけですよ。ローランド風新人ホストが大失態。エセローランドがまたもややらかす。もっと一緒にいたいから、よかったら。どういうことどういうこと？何が言いたいの？いや、1時間で帰らないといけないシステムで。どういう角度で言ってんの？どういう角度？だってさ、はい。じゃあ俺らが長く追うためにそれを下ろすんやったら、はい、別に、はい、もうワンセット払ったらいいだけや。額わかる？あれは言ってたけど75万ですなあ。はい。75万お前稼いだことある？この男シリーズ最強怒られ屋につきザ・ローランドショー開幕。大阪が大変なことになっている、そうローランドから聞いた。オープンから2週間、今日は初の締め日だ、ね、だから今日の悔しさを呼べないとか焦りとかっていうのを毎日続けることが、俺は大事だと思うから、毎日が全力でもう倒れるってぐらいやんなきゃポストって売れないから、しっかり来てくれたお客様に後悔させないように、全力でやっていきましょう。新人ホストも様変わりしていた。そうです。あれ？ちょっと染まってませんか？世の街に。何ですか？そんなですか？前の時でもあれで前はちょっとこう新人のペーペー感が。あ、本当ですか？はい。変わりましたですけど。メディア出してなかった顔出し NG とか。しんちゃんとセルティアのね。大手証券会社の内定を蹴って入店。ローランドの期待も大きい北条レイヤだ。どうです？慣れました？まあ初日2日で結構僕ボコボコにされて心折れてたんで、まあそこからちょっとずつ慣れてって未経験で初シャンパンとか降ることできたんで。シャンパン降りたんですか？あ、そうです。いくらのやつを降りたの？無駄ロゼなんで小学21とかそのぐらいですね。ぐらいの。まあちょっと今日は負け組なんで、今日負けてんの？今日負け組なんですよ。僕指名のお客様呼べてないんで。あ、なるほど。入ってすぐに20万円を稼ぐ負け組。そんなレイヤとは対照的なノリで絡んできたのは、知ってるとかじゃなくて始まってませんやん。孫さんだ。本物の孫さんだ。おはようございます。なんとなくめんどくさそうなこの男。めっちゃ絡みにくいやつがいるでしょ。例えばユナみたいなやつとか。結構面倒くさい系とか、まあ面倒くさいってあれですけど、ユナとかも割と結構最初ちょっと苦手だったんですけど、ユナ代表例じゃないけどさ。幹部陣からめんどくさいやつとして定評のあるスメラギユナだ。実は今展覧会誰ですか1位はですね、今スメラギユナさんが今現時点では1位ですね。あ、そうなの。なんと実力者だった。マジインターネットホストなんですよ。どういうことなんですか？僕全部お茶なんですよ。お茶っていうのはお客様がいない、あ、はいはいはい、来ない日、はい、でもまあ1人だけいたんですけど、それもお母さんなんですよ。お母さんいや本当にそっかそっか。昨日ね、はい、配信タワーをして、その配信タワーをお母さんが見に来てくれたんですよ。ああ、そう、この前日、いいしょさすが実のハワイ語自身の YouTube チャンネルで配信を行い、集めた300万円の投げ銭を原資に投げ銭タワーを実現。売上暫定1位に躍り出ていた。今日はお客さんはいないです。あ、ゼロです。椿室みたいなゼロです。ゼロです。でもあれですよね、元大阪で、あ、そうですそうです。南のホストやってたんですか？あ、そうですそうです。ああ、なんでお客様いないんですか？歴どのぐらいなんですか？歴5年ぐらいです。でももうリセットされました。その前のお客様とかも全部リセットされて、新しく一から。今までのホストってなんか色恋かけたりとか、その本家の営業とか、枕営業したりとか、
なんか本当そんなんなんですよ本当に。そういう風な営業方法にも疲れたし、なんかもう今の時代見てたらローランドグループとかもそうですけど、そんな感じじゃないじゃないですか。だから配信とか SNS をただもうひたすらもう全部の僕のお金とか時間とかを全てもうそこにフォーカスしてやるっていう。ユナがこのまま逃げ切ると売上300万円で初代ナンバーワンとなるが、ローランドの歌舞伎町のお店では1日で4桁売り上げることもザラになってしまった。一方大阪では2週間で300万円。そう、桁が違う。弱すぎるでしょ。もし僕がナンバーワンやったら僕がすごかったんじゃなくて周りが弱すぎたっていうだけですよ。ただ締め日にビッグオーダーが入り逆転が起こるのもホストクラブの常。ローランドの名誉を受け大阪に送り込まれた東京組が黙っているわけもない。新藤クレアさんよく覚えてくれてるおはようございます。今どのぐらいですかね、ランキング的には暫定。今1じゃないですか。あれ今2か。昨日2になりました。じゃあ今日はナンバーワン候補っていうことなんですね。そうですね、狙ってますね。同じく大阪移籍を機に改名したこのベテランはさやさんどうですか。締め日どうですか。締め日どうでこんな感じですか。そうですね、どうなるんでしょうね。本当に最初なんでどこか人事のようだが予想結構つかないですね。別に予想じゃなくてご本人はどうですかって話。いやでも僕もどうなるか分かんないです本当に。何だったらわかるのかと営業開始からしばらくしておはようございます。おはようございます。西のローランドことコンティだ。もしや遅刻か。おはようございます。おはようございます。ちょっと焼肉食べてきたんで営業前に焼肉来たやばい。だけど同伴で焼肉入ってんだよ。はい。ちなみにワインさっきボトル1本開けてきました。焼肉屋さんで。ガチ？はい。どこで開けてんだってなってなんとあのコンティに指名客がついたようだが、いつものごとくすぐさま事件を起こすことになる。僕どこに座ったらいいんかなぐらいの。真ん中いいですか。ありがとうございます。失礼します。コンティを指名したのはなんと男性2人組。ありがとうございます。うわー、これ僕初めてかけるんですよおお、そうなんめっちゃ嬉しい。かけさせていただいていいですか。ありがとうございます。よいしょ。ありがとうございます。素晴らしい。いやー楽しい。ありがとうございます。ほんまに。でもこういう環境でお仕事させてもらってます。やっぱそのこうやってみたらコンティの職場がここなんですね。うどん屋から考えた好きここで。いやうどん屋もそこそこ綺麗やったっすよ。はい。ここはなもう多分10年以上。青に気分やと思っとって。コンティを指名してくれたのはかつて中華料理店で働いていた時の元上司。洗い物時代から可愛がってくれとって、洗い物僕3年やってたんですよ、中華料理屋さんだから GWP3 年プレイヤーなんで、はい、まあ洗い物3年頑張れるから多分ホストで売り上げなくても3年いけるよ。気合で根性で売り上げなくても洗い物せんとただ金ねえから飯だけせびるかもしれないですけどご飯食べきましたとか。一昔前の弟キャラを駆使しイラッとする手前をギリギリキープ。なんかロマネといいコンティといいなんか大選曲に愛される。これ何なんだ。俺も達人が多かったですよめっちゃ。ちょっと2分前が短いだけやった。まあそうですね。ちょっとはい。地球前が短いだけ。知らない。ロマネ誕生日おめでとう。ありがとうございます。いっぱい中止よね。金髪には男性客を引きつける魅力があるのだろうか。
西のローマネには負けねえぞと。東のローマネには負けねえぞと。はい。まあ身長。自分が間違えたからね。はい、ここ間違えて。いや、まあこれツッコミ。楽しい時間はあっという間に過ぎ、そろそろ時間が入店時間15分やったんで、なんか1本ないと延長男性はできないシステムで。どういうことどういうこと何が言いたいのどういうことどういうこと何が言いたいのいやはい男性1時間システムでもっと一緒にいたいからよかったらぐらいの勢いで、よかったら何？よかったらシャンパン1本いただいてもいいかなと。それどういうことはい。なんかいや1時間で帰らないといけないシステムで。帰るってこといや、じゃあそんなこと言ってませんよ。1時間って決まってるけど高額なシャンパンを入れていただいたお客様はフリー、男性でもフリーになるっていう謎システムで。これってさ、どういう角度で言ってんの？どういう角度？だってさ、じゃあ俺らが長く追うためにそれを下ろすんやったら、別に、もうワンセット払ったらいいだけやん。もう一回出てからもうワンセット。でも別にいいよ。なぞり質問からの即合意芸だが、もうちょっとやっぱ上手に。上手にですね。失礼しました。元上司の激詰めに救世主が。失礼。まさかの私の。失礼します。いいですか、ご挨拶してもよろしいですか。うちのコンティがお世話になってます。もうほんまにうちのコンビを可愛がってもらってありがとうございます。だいぶ可愛がってます。締め日に来てくださってね、今日ナンバーかかってる日なんで、もうありがとうございます。なんかさっきちょっと下手な煽りをしてね。何したんですか？もうそろそろ時間が来てるから、なんか下ろしてくれたらもっと折れるのになみたいな。じゃあ面白いことしてみたいな話になるじゃないですか。なりますね。ってことは？シャンパンをかけ、ローランド一族で封印されていたあの持ちネタを披露。ロイデシェレゲセフケオイデアデイデブイデブイデ。止めろせいや止めろ。先生じゃないですか。どうしてほしい？いや本当シャンパン入るまであれでしょ、止めないんでしょ、その迷惑行為を。これごめんなさい、入れるまで止まんないんですよ、ごめんなさい。どうする？じゃあオッケーありがとうございます。ちょっとみんなに迷惑かかるからもうシャンパン下ろします。ローランドのアシストもあり、コンティに初シャンパンが入った。シャンパンコールができるシャンパンってあるの？グラートルネス。シャンパン。初シャンパンに舞い上がるコンティ。この時、自分が大きなミスを犯していることにまだ気づいていなかった。皆が必死に売り上げ競争をする一方、ナンバーから外れた大阪店代表有志は次元の異なる接客を行っていた。生きてそれはそう、生きてほしい。戦争だったりとか紛争地のこととか貧困国のことに対して興味がない人たちが、基本的に自分たちの生活がさあって、やっぱり日本ってすごい平和だから。シャンパンコールの鬼、略してシャンコの鬼がふわっと世相をぶった切っていた。戦争ジャーナリストになりたいっていう女の子で、20歳の女の子なんですけど、自分、一応日本一になって、そのユウシさんはどうやって自分をそこまで売り込んだのかとか、どうやって SNS を運用したらいいのかとか、自分はこれから人として成長するためにどうしたらいいのかなみたいなことを相談しに来てくれて。なるほど。何が一番大事？でもなんて言うんだろうな、
どんな仕事でもお客様がいて顧客がいて、そのなんていうんだな、求めてる人間のニーズに合わせること。極めて基本的かつ抽象的な受け答え、それも日本一売り上げる有志ならではの魅力なのかもしれない。なんかもう接客とかじゃなくて、なんかセミナーみたいな、個人セミナーみたいな、こうしていこうみたいな。ゆうさんも結構勉強とかしないといけないですよね。そうなんですよ。バカバレるんで中卒ですよね。辛い。ナンバーからは外れたものの、未だ指名客が絶えない代表有志。ちなみに今月の売り上げは2300万くらいか。2300今月だったら半月ですよ。そうです。いつまででも売れ続けるというか、背中見せていきたいですよね、みんなに。初代ナンバーワンは一体誰だ。次回ナンバーワンを狙うクレア。しかしワンツーをさ接点じゃん。それはそう。代表有志に助けを求めるが何もできない。南の客は手厳しかった。